皆さんこんにちは。アイズ・イン・ワンダーランドのアリスです。今日は最近私がどのようにローラを作っているかをお見せしながらいろいろと雑談しようと思います。本日はローラを効率的に作るというのをテーマにしようと思いますので、ぜひご覧ください。まず最初に、荒野 SS を最新のものにアップデートしていますか？最新バージョンでは SDXL のローラ作成もカバーしていますので、アップデートしてみてください。最新のものにアップデートする場合は、荒野 SS フォルダの中でコマンドプロンプトを開いていただいて、オートマティック1111と同じように Git プルとエンターを押していただくとアップデートできます。それでもできていなければ、セットアップバッチファイルを開いて1番から再度インストールしてください。ちなみに荒野 GUI のインストールがわからなければ、私が以前に作成したローラの作成動画を見てください。それでは早速ローラを作っていきたいと思います。ローラ作成の手順ですが、1番が画像の収集、画像の編集と名前の変更、そして2番がキャプションテキストをつけて編集、最後にパラメータをセットして学習の流れになると思います。この1番と2番が結構大変なので、ローラ作成がしんどいと思われる方もいると思います。私もそうです。本日は現在私が行っている工夫も含めて紹介します。まず画像の選定ですけど、今日のテーマは有馬かなさんです。今人気の推しの子から有馬かなさんの画像を使っていこうと思います。これはピンタレストのページですが、ちょっと申し訳ないのですが、どなたかが作った画像を適当に使わさせていただきます。名前をつけて画像保存という形で入れていきます。入れていくフォルダはあらかじめもう作ってあるのですが、ローラタグヘルパーという私が勝手に作ったローラのタグをつけるためのフォルダの中にどんどん入れていきます。ここで画像を選定するのもサイズとか構図を見るのがですね、非常に大事なんですが、なかなか良い画像が集まらないのが現状だと思います。あまり選別しすぎずに後でサイズをリサイズしたりできますので、どんどん入れていきます。ただどんな形が作りたいかということが大事で、顔なのか服なのか、服であれば服が同じものを入れなければいけないと思います。今回は顔でいこうと思いますので、ある程度顔が同じであれば OK という形で集めます。明らかに AI で作ったという画像も中にはありますけれども、顔が OK であればどんどん入れていきます。服装は逆にこんな風に多様性があってもいいかなと思ってますね。やはりこれ、皆さん結構 AI 画像生成で作ったような画像がもうすでに多いかなと思いますが、ちょっと使わせていただきますね。ここに関しては許してください。どんどんいきます。20枚ぐらい集めたいなと思ってます。顔のアップも入れます。これさっき入れたかちょっとわかんないですけど、どんどん入れて、あまりこだわらずにジャイアンツも入れちゃいましょうか。20枚ぐらいいったでしょうか。同じものをちょっと入れてるかもしれないですが、どんどん入れていこうかと思います。こんな形でもし問題があれば後で選別という形でもいいのではないでしょうか。では先ほどのフォルダをちょっと見てみましょう。これはタグヘルパーという自分で勝手に作ったフォルダですが、その中にインプットイメージというのがあって、そこに画像をダウンロードしました。どれぐらいですかね。画像が20枚集まりましたかね。ちょっと被っているのがありますね。一組同じでしたので、もう1枚追加します。これでいいですね。それでこの中でファイルをちょっと詳細表示にして、ファイルのサイズが少なくとも 50KB ぐらい欲しいのですが、全部ちょっとちっちゃいんですね。50ないものだけを選択しようと思ったんですけど、全部ですね。全部ちょっとリサイズしたいと思います。これをコピーしてタグヘルパーの中のバッチイメージーズフォルダの中に入れてしまいます。それでステーブルディフュージョンの方に行って、今の画像の中からタグをつけるために1枚だけタガーのフォルダに入れて、タグをちょっとつけてもらって、イメージトゥイメージにコピー、その中で使えそうなタグだけを残していきます。スマイルじゃなくてもいいですし、いらないものは全部外して顔に関係するものだけちょっと入れておきます。非常にシンプルなものになりました。ネガティブに関してもテンプレでいいですね。あとはアニメ系なのでアニメ系のモデルを使います。モデルはエニーローラにしておきます。それでここでバッチ処理で全てアップスケールしてしまいます。本当は1枚ぐらい見た方がいいと思うんですが、
まとめてバッジでやってしまいます。ここに先ほどのバッジイメージーズというフォルダですね。ここを指定します。アドレスバーをクリックしてコピーして貼り付けていただくとダブルコーテーションがつかないので、これの方が楽ですね。そしてどこにアウトプットするかというと同じフォルダですね。それでデノイジングストレングス 0.3 ぐらいですとほとんど絵が変わりませんので、そしてリサイズを2倍にします。リサイズ倍を選んで2倍にします。そしてアップスケーラーを使った方がつるんとうまく拡大してくれますので、アルティメット SD アップスケールを使うんですけど、こちらちょっとインストールしなくてはいけないのでインストールしてもらって、そしていつものようにチェックフォーアップデート、アプライ&リスタート。少しいつも使っている1群の UI とは違うものを使っていますので、アルティメット SD アップスケールが入っていませんでしたね。今アップスケーラーをインストールして戻ってきました。設定は先ほどと同じでもうすでに入れてあります。スクリプトの中からアルティメット SD アップスケールを選びましょう。アップスケーラーが選べますので、今回アニメ系ですので RS ルガン 4X プラスアニメ 6B を選択して、それでこのターゲットサイズに関しては先ほどのイメージ2イメージで設定したサイズになりますので、今回アップスケーラーの選択だけで OK だと思います。それでバッチ処理をしていきましょう。スタートしていきます。これはフォルダをお見せしてますけれども、かなりファイルサイズが大きくなりますね。サイズを倍にしてアップスケーラーで解像度を上げていますので、画像サイズとしては 100KB 以上にはなってくると思います。今すべての画像がアップスケールできましたので、このフォルダの中からアップスケールしたものだけを使っていきますが、まずインプットフォルダをすべて選択して空にしておきます。そして今のバッチイメージの中でサイズの大きくなったものだけ選択して、そしてインプットイメージに戻します。そうするとすべて大きい画像になりました。あとはここの名前を1番からの連番にしていくのですが、そういう面倒くさい作業は全部 Python プログラムにやってもらっています。簡単な Python プログラムなので Bing とかと相談すれば皆さんもすぐに書けると思います。リネームバッジファイルを実行するとコマンドプロンプトが開き、実行するには何かをしてくださいという風に出ます。リネームフォルダの方に名前が連番に変わったものが入ってきていますので、このファイルにタグをつけていこうと思います。タグをつけるのは以前と同じですが、ここのファイルのディレクトリーを Ctrl+C でコピーしておきましょう。ステーブルディフュージョンの方に行きます。タガーのシングルイメージに入っているこの写真は消しておかないとバッチ処理がうまくいかないので、こちらを消してからやりましょう。インプットとアウトプットは同じリネームフォルダとします。タグのテキストフォルダを作ります。そして頭につけるのはカナにします。あとはそのタグを厳しくつけるかどうかですが、この数字スレショールドを小さくするとたくさんタグがついて、大きくすると少しのタグになるという形ですが、今回は少しだけ小さくしていきます。本気でやる場合は 0.2 とかに下げた方がいいのかもしれないですね。それで設定するのはこれだけですので、タグをつけていきましょう。フォルダを開くと今キャプションファイルがついていっていますね。これで20個のキャプションファイルがつきました。キャプションファイルの中を見ましょう。タグの強度が入ってしまってますね。これですかね。この Include Confident of Tags Matches になぜかチェックが入っていますね。これデフォルトで入ってるんですかね。いつも入っていないような気がするのですが、チェックを外してもう一度イントロゲーション。これで20枚のキャプションがつき終わりました。ローラ作成の成功にはこのタグの編集が結構重要になってくるんですけれども、結構面倒くさい作業ですよね。皆さんもステーブルディフュージョンの拡張機能であるデータセットタグエディターを使っている人も結構多いかと思いますが、私としてはこれちょっと使い慣れてないところもありまして、あとはバージョンとかで動作が不安定になることがありまして、自分で作った原始的な Python プログラムの方でやってます。フォルダに戻らさせていただいて、タグコレクターバッジというのを走らせると、タグコレクターのフォルダの中にオールタグというテキストファイルがあり、すべてのキャプションファイルにあるタグが一つのテキストファイルに全部入ってきます。この中で削除していこうと思います。実はもうすでに
ローラが2種類作ってあって、タグの消去の方法を変えています。一つは人物関連を全体的に削除したもの、もう一つはバランスを取ったものです。今回は顔と髪型と目とかそのあたりのものだけを削除したいと思います。かなりのタグを残したままにすることになると思います。その作業をしていくんですが、ここも手動で項目を見ながら消去していってもいいですが、チャット GPT にお願いしています。前もって作った2つのローラもチャット GPT でタグの削除を行っています。ただ実はチャット GPT-4 じゃないとうまくいかないところがあります。Bing もそこそこうまくいきます。チャット GPT3.5 は全くダメでした。指示としてはこのような文章を入れて、先ほど集めたタグと消したい要素を入力してみます。結構高い精度でタグを選別してくれます。最終的にはどうしてもチェックが必要ですが、かなり作業が減ります。今回は多様性を残したいので、消すプロンプト、つまり学習してほしい要素をかなり減らしていることになります。ファイルを作ってくれましたので、これをコピーして先ほどのフォルダの中のあらかじめ作ってあるタグトゥーリーブテキストファイルにコピーします。ワンガールとか削除するものは追加で削除します。今回のタグの残し方はかなりチャレンジングですが、このままの状況でやっていこうと思います。本当は全部見てですね。学習したいものを外すという作業をしっかりやった方が当然クオリティは高くなると思います。今回かなり残ってますね。これで保存します。保存ができましたらタグエディターバッジというバッジファイルをダブルクリックします。そうすると全てのキャプションファイルの中のタグからタグトゥーリーブテキストファイルに入っていないものが削除されます。さらにすでにこのトレーニングナウというフォルダの中に1アンダーラインかなというフォルダができていて、その中に今の画像と編集後のキャプションファイルが入っています。キャプションファイルを見てみると結構タグが残ってますので分かりにくいですが、顔関係のものは全部削除できているテキストファイルができています。これで画像とキャプションが完成ということになります。あらかじめフォルダやプログラムを組んでおけばかなり早くできているのではないでしょうか。皆さんもチャット GPT や Bing を使って Python プログラムを作ってみると面白いですよ。プログラムの勉強にもなりますし。では荒野 GUI を立ち上げていってトレーニングをしていきます。バッジファイルからどこでしょうか。バッジファイルが多いですね。 GUI ユーザーバッジをダブルクリックすると起動が早いですね。すぐに荒野 GUI が起動します。では荒野 GUI が開きましたので、こちらの設定をやっていきましょう。忘れないようにローラを選択してください。私はよく忘れます。そしてモデルのところからカスタムを選択して、ここに SDXL モデルが出てきていれば荒野 GUI が最新モデルになっていると思います。ファイルを選びましょう。モデルに関してはプリトレインドモデルネームをアパスに使用するモデルのパスを入れるのですが、エニーローラを使います。エニーローラのパスをコピーして貼り付けます。ダブルクオーテーションを外しましょう。下のチェックボックスはどれもチェックせずにいきましょう。慣れるまで分かりにくいフォルダ選択なのですが、フォルダに関しては常にこの私が作ったタグヘルパーの中のトレーニングナウフォルダですね。このフォルダを使います。これからトレインするフォルダを必ずトレーニングナウフォルダに入れてから訓練するので、トレーニングフォルダは常にこのトレーニングナウを選択しておけばいいということになります。アウトプットの場合も同じですね。私の場合はトレインドローラアウトプットのフォルダに入れます。そしてモデルアウトプットネームはカナーテスト3です。もう事前に2回テストしてあるのでテスト3ということでいきます。ではパラメータを見ていきましょう。スタンダードでローラを作ります。バッジサイズは常に1でやってます。そしてエポックについてですが、以前の動画では曖昧にしていました。繰り返し回数とエポックの違いですが、繰り返し回数に関しては生息化画像を使わない限り1でいいです。そしてステップ数はエポック×画像枚数という形で調節していけばいいと思います。つまりステップ数が同じであれば繰り返し5回、エポック10回と繰り返し10回、エポック5回は全く同じことです。ではどのような時に繰り返し回数を使うかというと、生息化画像を使う時です。
例えば学習する画像が20枚で生息化画像が100枚あった時に、その2つの枚数を合わせるために繰り返し回数を5回にします。つまり学習する画像が20枚を5回繰り返すから学習回数が100、生息化画像は100枚で1回の繰り返しなので学習回数が100となります。そうするとセットで学習される学習ファイルと生息化画像を同じ数に合わせることができます。生息化画像を使わないときは繰り返し回数は1で、ステップ数をエポック数で調節します。今回画像が20枚ですのでエポック数を100にしてステップを2000にしようと思います。そしてステップ1000の段階でもファイルが1つ欲しいので、Save Every N Epochsに50を入れて50エポックのところで1つファイルを作ることにします。キャプションを TXT ですね。テキストにします。そしてプレシジョンのところは VRAM が RTX3000 シリーズ以降の場合は BF16、それ以前の場合は FP16 という形を選択します。かなり古い場合はフロートを選ぶというのもあるようです。このあたりの設定は触りません。ラーニングレートですが、小さい数字を選ぶと学習が深くなって学習時間と VRAM 消費量が大きくなります。難しいのでチャット GPT-4 さんの解説を載せておきます。今回はデフォルトでいきますが、 SDXL の重たいファイルを学習するときはこの数字を大きくする必要があります。大きくしないとアウトオブメモリーになる可能性があります。あとこのオプティマイザーに関してもこの ADAM W8 ビットは速いですね。速いですが多くの VRAM を消費するので、もしアウトオブメモリーになる場合はADA ファクターを選択してください。ちょっと遅いですが VRAM の消費が抑えられます。また VRAM の消費をもっと抑えたければキャッシュレイテンツ2ディスクにチェックを入れてください。学習が遅くなるので今回は入れませんが SDXL の時は入れています。画像サイズは 512×512 でいいと思います。わかりにくいのがこのネットワークランクですね。ディメンジョンをどのくらいにするかということですが、これも大きくすると学習が深くなって学習時間と VRAM 消費が大きくなるという形です。あまり大きくすると過学習になるかもしれません。128や256あたりでいいのではないかなと思いますが、画像枚数が少ない場合は小さい数字、多い場合は大きい数字などに変化させると良いようです。ネットワークアルファに関しては私もよく理解していません。いつも1でやっています。詳しい方がいたらコメント欄で教えてください。あとステップはアニメの場合は2にするという形でセッティングは終わりですね。それではトレーニングをしていきたいと思います。トレーニングを開始したらコマンドプロンプトを見ながら情報を得ると良いと思います。うまくセットができていればこのようにコマンドプロンプトが進んで学習が開始されていきます。ステップが2000ですね。日本語でいろいろ教えてくれますので結構わかりやすいですね。今回推定時間が6分46秒ですけど、おそらくもっと早く終わると思います。最近はこのような形でなるべく楽にローラを学習しています。最近 SDXL でローラ学習をすることが多いのですが、今の設定でやるとアウトオブメモリーになってしまうので、いろいろとちょっとメモリー消費を抑えるような工夫が必要です。ちゃんと設定すれば 12GB で十分に学習はできると思います。ただし画像サイズが 1024×1024 と大きいこともあり、やはりこの学習と同じことをやろうと思うと5倍以上時間がかかると思いますので、今のところはまだ SDXL はユーザーフレンドリーではないなというような感じがしています。しばらくは SD1.5 が中心になっていくと思いますし、かなり SD1.5 でも満足のいく画像が得られることが多いので、しばらくはこんな形でいくのではないでしょうか。シビタイの方では SDXL のローラやチェックポイントが次々と出てきていますが、それぞれのファイルが重すぎてストレージがパンクしますし、ダウンロードに何分かかるんだって感じですよね。トレーニングが進んでいるのでちょっと雑談しますが、私がステーブルディフュージョンを使い出したのは結構遅くて2月ぐらいからなんですよね。その頃は全然情報がなくて、時々エチエチ画像なんかを作って遊んでいただけなんですが、3月ぐらいから急に情報が増えて YouTube の動画も増えてきましたね。私が初めて動画の配信をしたのが今年の5月ですが、
この3ヶ月の間でコントロールネットの進化、拡張機能の広がり、画像生成方法の多様性など毎日のように新しい情報が出てきました。極めつけは SDXL の登場ですね。私も情報を集めて試して動画を作るということで、当然普通に仕事もしているのでとても忙しい毎日を送っています。ただ最近はこの画像生成が流行りだしてから半年以上経って皆さんも少し飽きてきている感じもありますよね。また良い GPU の入ったパソコンが高価であるということもあり、新規参入の障壁が少し高いですね。皆さんもどのように AI 画像生成を使っていくかという形もだいぶ固まってきたと思います。なのでまあ今まで新しい拡張機能とかかなり紹介はしていきましたけれども、主に使うものに関してはかなり網羅できたかなと思っていますので、今後は少しエンタメの要素も入れながらちょっとゆっくり普段やっているようなことを紹介しながらいけたらなと思っています。疲れた時とかにぼーっと見ていただけるような動画も作りたいなと思っています。 AI 画像生成や単に絵や写真が好きな人たちのちょっとしたコミュニティになれば良いなぁと考えています。いつも温かいコメントをくださる方にはとても感謝しています。また拡張機能の使い方とか、何かこういう画像が作りたいんだけどみたいなことがあればですね、コメント欄で入れていただければうまくできるかは分かりませんがトライしてみようと思います。あとインストールやエラーのことでいろいろと相談を受けて頑張って調べているのですが、私はエンジニアではないのでオートマティック11の内部のプログラムが読めたりというようなことはないので、なかなか皆さんの満足できる答えができていないということではあると思います。相談を受ければ対処法を頑張って考えますが、そちらはあまり期待しないでください。私は幸い何度も時期ごとに新規インストールしているのですが、あまりエラーに引っかからずに来てしまっているのでトラブルシューティングが得意ではないですね。あと1分ぐらいでトレーニングが終わりますね。どうでしょう。このぐらいの学習であれば4分か5分ぐらいで終わるんですかね。本日は自作 Python プログラムを使いましたが、拡張機能を使いこなしていればデータセットタグエディターの拡張機能を使ってくださいね。本来は画像を1枚ずつ見ながらタグをつけた方が良いのでしょうが、めっちゃ時間がかかりますよね。わからん英単語とかも出てきますし、 GPU の使用は 12GB ぐらい使っているみたいですね。 3D の方は 100% ですけど専用メモリーは 12.5GB の消費になっています。以前は RTX3060 ラップトップの 6GB の VRAM で画像生成を行っていたのですが、現在使っている RTX4090 と比較すると画像生成時間が5倍ぐらい違いますね。ただ以前は 6GB の VRAM だとイメージトゥイメージですぐにアウトオブメモリーになっていたのは途中からかなり改善されましたね。今学習が終わりました。4分58秒で学習が終わりました。それでは早速ローラを使っていきましょう。最初に中間で作成されたステップ1000のかなちゃんローラを使っていきましょう。モデルはメイナミックスで使ってみましたがどうでしょうか。少し弱いですかね。雰囲気はわかりますけど少し弱いなという感じですので、最後までいったステップ2000のローラを使っていこうと思います。今回はタグをかなりいつもより残したということでチャレンジングな感じでしたが、少しやっぱり弱いですね。髪の毛と目の色は学習されてますが他のところは全く学習されていないという形ですね。帽子もないのでちょっとわからないというローラになりました。やはりキャプションのタグの付け方によって画像の学習が大きく変わってきますね。皆さんもキャプションの編集や学習の設定や画像の選定を研究して良いローラを作ってみてください。それではキャプションのタグをたくさん残したローラとたくさん削ったローラ、その間のローラの3つで画像をいくつか作りましたので、それらの画像をご覧ください。本日は画像の比較を見ながらお別れにしようと思います。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。あなたのアイドルサインは V チュララ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 ラ
しくて足をバタバタしながら楽しみで寝れなかったよ。緊張なんかしてる場合じゃない。1分1秒無駄になんてできないわ。始めましょう。君も君も君もお待ちどうさま。手を鳴らせ。いらっしゃいませ。好きが集まる場所へようこそ。日常は黒くの中。ここに来たなら踊らにゃ。そう人がいようがいまいが関係ない。箱が小さい大きいとか気にしない。ちゃんと見えてる君のサイリウム。今はふと吹けば飛ぶような小さな小さな才能だけど、あなたが押してくれるのならばクレスをあげる。あなたのアイドルサイン